さて、今日はどこへ行きましょうか。宿のオーナーさんにおすすめしてもらった温泉にも行きたいし、決めました。今日は長野方面へ向かいたいと思います。向かう先は長野県小布施町。小布施は高田からなんて言うんでしょう、下ですかね。下に1時間ほど車で行ったところにあります。小布施といえば小布施堂をはじめとする栗のお菓子、葛飾北斎、それに風情ある街並みが有名です。まず私が向かったのは岩松院というお寺です。ここには多くの人を引きつける特別なものがあります。それは1848年、葛飾北斎が89歳の時に描いた天井絵です。その大きさは畳21畳分、横 6.3 メートル、高さ 5.5 メートルにもなります。一面に翼を広げた鳳凰がこちらを見下ろしており、どこから見てもこちらを睨んで迫ってくるような画法で描かれています。ちなみになんですが、皆さんは葛飾北斎がどんな人だかご存知でしょうか。日本を代表する浮世絵師ということは皆さんご存知だと思うんですけれども、具体的にはあれとかあれを描いた人です。平均寿命が30から40歳だったと言われる江戸時代において、彼はなんと90歳まで生きた長寿の人でした。ちなみに有名な富嶽三十六景を北斎が描いた時、彼は70歳を超えていました。奇抜な構図、鮮やかな色彩、あんなにみずみずしい絵を70を超えて描いていたなんて本当に天才です。そしてその北斎が晩年、亡くなる1年前89歳の年に描いたのがこの鳳凰図でした。そして鳳凰図の絵の具の原料なんですけれども、当時わざわざ中国から鉱石を取り寄せて、それを砕いたものを使用したんだそうです。当時の色がそのまま鮮やかに残っており、それをこの目で見ることができます。中は撮影禁止でしたので、ぜひ皆さんの目でご覧になっていただければと思います。しかし、なぜ北斎はこの小布施で天井絵を描くことになったのでしょうか。また、どうやってそんな高価な絵の具を使って絵を描くことができたのでしょうか。その答えは、ここ小布施に北斎のビッグスポンサーがいたからでした。彼の名を高井鴻山と言います。鴻山は豪商でありながら画家、書家、思想家、文人として江戸末期一級の文化人でありました。北斎を小布施に招き、創作活動に集中できる環境を整えて歓迎した鴻山。互いを尊敬し合い、先生、旦那さんと呼び合うほどに北斎と鴻山は親交を深めていきました。そんな鴻山がいたからこそ、ここに北斎の天井画が残されているんですね。お待たせいたしました。それでは小布施にある北斎館に行ってみましょう。北斎館は収蔵数自体はそんなに多くないんですけれども、肉筆画と呼ばれる絵描き自身が筆で描いたものが、40点ほどあります。これ結構多いと思いますね。で、肉筆画っていうのは紙の上に筆で描いているものなので、そこにしかない一点物になります。なのでこれはぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思います。で、今回はその展示の中でも私が特に好きだった3つの肉筆画の作品をご紹介したいと思います。
小布施をしっかり堪能した後は、次の目的地燕温泉へ向かいます。燕温泉は妙高山という山麓の標高1100メートルにある温泉地です。燕温泉の温泉街の奥には無料で入浴可能な野天風呂も存在します。お湯は白濁色、ほのかに香る硫黄の香り。白い湯の花が特徴で、そこに溜まった湯の花を手ですくうと、まるでスノードームのように舞い上がります。尋常じゃない湯の花の量です。野天風呂もありますが、温泉宿もありますので、ゆっくり入りたい人はこちらもおすすめです。今回私は青曽の家のリサさんにおすすめしてもらった岩戸屋さんに行ってきました。こちらのお風呂最高でした。目の前には妙高高原の豊かな緑が広がり、お湯は源泉かけ流し、最高に癒されました。それでは高田へと戻ることといたしましょう。次回で新潟最終編になります。どうぞお楽しみに。